皆さん、こんにちは。Guys, Assalamu alaikum. It's Shota. 今日はラマダン5日目になりましたね。一旦5日目になるとね、だんだんなんかいろんなことを考えるようになるんですけどね、日中に。で、一つ、考えてたことがあったんですよ。で、それはタイトルの通り、ラマダンとか断食っていうのは、すごく山登りに似てるなと思って、で、考えをね、巡らせていたんですけど、今日は断食と山登りの関係性について話してみたいと思います。で、なぜね、僕が山登りを連想させたのかというと、もともと山登るのがね、好きだったんですよ。中学生の頃ね。で、夏休みになると、本当に毎日山を登ってたわけですよ。で、当時は、岐阜県に住んでたんですけどね。僕はすごく、昆虫採集をしたりとか、あと、昆虫のね、標本を作ることがすごく趣味だったんです。で、別に山登りが趣味だったわけではないんですけど、山のね、頂上には、山のふもとと比べて珍しい蝶々がいたわけですよ。で、その蝶々が欲しくて毎日通ってたの。そんなことがあって。で、ちょっとね、まず山登りの話をさせていただいて、で、その後に、なんでね、断食と山登りが、似てるのかっていうことについて、関係性を最後に紐解けていけたらいいなと思ってます。じゃあ、早速山登りの話をしましょう。当時、僕の家から山まではね、自転車で10分くらいで、すぐ着いちゃうような近いところだったんですよ。で、その山は、標高300メートルくらいかな。300メートルくらいだから、全然初心者でも山登れる。中学生でも登れるし、ご老人の方もよく登ってるのを見たことがありました。で、頂上に登っていくためには、まず僕が山に登っていくための、必要なね、ものってあるじゃない？で、それを揃えていくわけですよ。例えば、山に登っていくときに、喉が渇く。から水を買う。そして、頂上で食べるご飯を買う。そして、山登りに必要な服装をして、タオルを準備したりして、荷物を準備していくわけですね。で、登っていくときっていうのは、一番辛い時期じゃないですか。言っちゃえば。体力も使うわけだし、汗もかくし、疲れるしね。だけど、いろんな、ストーリーがある。例えば、山道を歩いていく中で、自然景観っていうのにまず目が入って、で、自然の中で生息をしている動植物が、垣間見ることができる。そして、そういう寄り道もしながら山を登っていくということですよね。で、山に登っていく中で、だんだんね、頂上になるにつれて、自分の体力もやっぱ疲れてくる。だから、だんだん疲れてくるわけですけど、頂上に着きます。で、頂上に着いた瞬間、むちゃくちゃ綺麗な景色が、皆さんの目の前に広がってくるわけですよ。で、なんだこれはと。で、その景色を見て、
もう一気に疲れが吹っ飛んだ。もう本当に来てよかった。で、そんな風に思うわけですね。だけど、よく考えてください。この景色っていうのは、このたかが地上300メートルから見えてる景色っていうのは、僕らの街なんですよ。言っちゃえば。で、毎日その街で生活してるし、道を歩いてる途中では別に感動することはない。特にね、当時は。なかった。だけど、見てる景色は同じ。ただ見てる角度が変わった瞬間、すごい感動したの。っていう、ことをね、すごく覚えてるんですよ。で、その時、すっごく幸せになった。うわぁ、山に登れてよかったと。で、その時決めるんです、僕は。また、明日、山登りをしたい。そんな気持ちが続いて、夏休み、毎日山に登ってたのね。で、僕がね、もともと山に登りたかったのは、山登りをするためじゃなくて、昆虫採集をするためだったから、昆虫採集をすると。で、それがね、昼から夕方くらいまでだから、だいたい4時間、5時間くらいして、日が暮れたらね、山を降りるのが難しくなってしまうので、日が沈む前くらいには、帰る。だから5時とかには山を降りなきゃいけないっていうことだったんですけど、5時くらいになるとね、降りていくわけじゃないですか。で、その時ね、はっと気づくんですよ。自分が。今疲れてたんだと。で、一気にね、疲れが、って広がってきちゃうんですよ。その時。で、山を、降りていく時にね、途中、景色が見えるわけじゃないですか。山の途中から。で、その景色も、だんだん標高が下がってくるわけですから、だんだんね、見える景色が、そんなに刺激が少ない、感動になってくるわけですよ。で、山に降りた頃には、完全に現実の世界に戻ってくる。そして、降りて、疲れたと。で、もう家帰ったらもうすぐ寝たい。そんなような感じだったんですよね、当時。山登り行って。で、それにすごくね、断食って似てるなって僕は思ってて。で、まず、断食の時って、朝のサフール食べますよね。サフールっていうのは、朝ごはんみたいな意味なんですけど、日の出前のね。で、サフールを食べる時に、日中お腹減らないようにいっぱい食べるわけじゃないですか。で、それってすごくね、山登りの準備みたいな感じだなと思ってて。で、サフールが終えて日中が始まった時、その時は、まるで山の頂上に向かってるかのように、日中を過ごすわけですよ。で、その日中、ただただ、断食、ラマダンをすればいいわけじゃなく、僕らは、そうね、例えば仕事をしたりとか、勉強をしたりとか、家事をしたりとか、友達と会話をしたりとか、いろんな、そこにはストーリーがあるはずです。断食の日中は様々な、様々なプロセスを辿って、道を進んでいくわけですけど、その時に、やっぱ楽しいこともあれば、苦しいこともある。で、それが例えばね、お腹が減ったりとか、水が飲みたくなったりとか、そういう気持ちに、なるということですよ。で、だんだんね、日の入り前までに、ピークが近づいてくる。疲労のピークが近づいてくる。その時、マグリーブが到着するわけですよ。で、マグリーブになって、で、お祈りをして、で、もうご飯食べていいよってなって、で、その時、
一気に今までの苦労がパンって消えちゃう。で、ここまで今日もやってこれてよかったってすごく感じるわけです。で、マグリブでご飯食べていいよってなります。で、その時に食べるご飯、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいの。その時ね。で、今までお腹減ってた苦労とか疲れとかが全部吹き飛ぶ。まるで頂上から見る景色のように。そう。それはね、何にも耐え難いものなんですけど、よくよく考えてみてくださいよ。そのご飯、いつもと同じなのよ。食べてる内容が。いつもと同じなの。僕だったら、ご飯に生卵入れて、で、スチームしたチキンと野菜を食べてるわけですよ。で、あとは飲むものは水です。何も変わらないの。けど、マグリーブの後に食べるご飯はマジで美味しい。だから、普段食べてるのは同じなはずなのに、山の頂上から見た景色のように角度が変わった瞬間に僕らは感じることが変わってしまう。いとも簡単に。すごい面白いなって思ったんです。で、マグリーブを終えて、お腹がいっぱいになった時、なぜか僕はすぐに眠たくなる。すぐに疲れが本当に出てくるんでね。あ、もう疲れた。もう早く寝たい。っていう気持ちになるんです。でもね、これは本当になぜかわからない。けど、そのご飯を食べた後、現実に戻ってくる僕たちは。山を降りるかのように。それがね、すごく偶然じゃなく毎日起こってることなので、なんか不思議だなぁと思っています。すごく一連の流れっていうのが山登りと似てるなぁと思ったので、今回紹介させていただきました。皆さんは、断食と X っていうものがあるとしたら何を連想させますか？そんなことをね、紹介できたら、シェアできたらね、楽しいかなと思います。じゃあ、今日はそんなところでしょうか。The guys who are interested in my video, please thumbs up and subscribe me. We'll see you again soon. Bye. Assalamualaikum.